はいどうも皆様こんにちは。今からですね動画始まるんですが、その前にですね少しご報告がございます。先週から本職の方が始まりまして、私レストランで仕事をしているんですが、パリではねもうだんだんとロックダウンが解除されてきております。というわけでレストランの方も再開に向けていろいろ準備をして2日ほど空けたんですけれども、これからね動画の投稿頻度がぐんと下がってしまうと思います。言うて最近もそんなにバンバン上げてなかったんですけども、できたらね月に3本いけたら4本は上げようと思ってますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。というわけで今回も前回に引き続きブランマンジェを紹介させていただきます。今回はですねそのアーモンド風味ではなくココナッツの香りを基調にしたとてもエキゾチックなパッションな香りのブランマンジェを紹介させていただきます。でブランマンジェに行く前に前回少し触れたアントナン・カレーム、彼のね壮大で壮絶なそして素晴らしい人生をね少しお話しさせていただきたいです。料理人を志す若い人たちが彼の人生を知りますと憧れの人物になるんじゃないでしょうかね。そんな夢のあるお話です。もちろん今回もですね概要欄にチュートリアルを設けておりますので、直接ブランマンジェの作り方に問うことができます。よろしければそちらを参考にしてください。アントナン・カレーム、1785年フランス革命真っ只中ですね。石工職人の16番目の息子として生まれました。それから10年後の彼が10歳の時、1795年8月22日にフランス革命が終わるんですが、貧困な家庭のために両親によってパリの路上に放り出されてしまうんです。そこで彼は食堂の住み込み見習いとして働き始めました。そういえば私がワーホリでパリに来た時もこういった感じでね住み込みでスタジエ見習いとして働く日本人もまだまだたくさんいましたね。私もそのうちの一人でした。1798年にパレ・ロワイヤルの近所に店を構えていたシルバン・バイ医師に弟子入りし、彼に才能を認められ、そこから出世の街道を登り始めます。そのバイ医師によってカレームはアミアンの和訳成立記念祝宴のデザートを任されるという大役を受けるんです。そこで彼が作るピエスモンテ、工芸菓子ですね、これによってパリで名声を得ることになります。その後名声を得たカレームはですね、ナポレオンを含むパリの上流社会の宴会のメインコース料理を請け負うようになります。その後も彼はどんどんと出世していくんです。ウィーン会議が終わりますと、イギリスの皇太子、後のジョージ4世の料理長としてロンドンへ赴きます。その後、ロシア皇帝のアレクサンドル1世、その後、ウィーンではオーストリア帝国皇帝フランツ1世などに仕えた後、彼はパリに戻って銀行家ジェームス・ロスチャイルド邸の料理長に就任しました。1833年48歳で彼はこの壮大な人生の幕を閉じます。現在彼はモンマルトルの墓地で静かに眠っているようです。近いうちに花束でも持ってお参りにでも行きましょうかね。その時はツイッターなどで報告したいと思います。すごいですよね、このサクセスストーリー。いや彼はですねまともな教育を受けていなかったらしく、料理の勉強をするにあたって文字も一緒に独学で覚えたっていうんですよね。すっごい努力家ですよね。それに加えてね、このフランスの才能のあるものがどんどん上に行ける社会、これも素晴らしいですよね。文化の違いと言っちゃなんですが、こういったね料理人が夢を見れるこのフランスという国は私にとってはとても居心地がいいです。というわけでおはようございます。ケニさんです。今日のおやつはブランマンジェココナッツ風味たっぷりのエキゾチックなブランマンジェを作っていきます。で今回なんですが、付け合わせにマンゴーを合わせますね。トロピカルでしょ。ですがなんとここにね生姜をアクセントに入れようと思います。ちょっと待ってください、引かないでください。これねめちゃくちゃ美味しいんですよ。
どうぞ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まず最初に粉ゼラチンをふやかしていきます。ゼラチンに対して5倍の水を使ってふやかしていきます。水を加えましたらよく混ぜて冷蔵庫で冷やしておきましょう。板ゼラチンをお使いの方はたっぷりの氷水でしっかりとふやかしてください。ゼラチンが戻ったら軽く絞れば OK です。生クリームと砂糖を測ってゼラチンが溶ける温度まで温めます。今回使いました生クリームは脂肪分 35% のものを使いました。できるだけ脂肪分の少ない生クリームを使った方がさっぱりとした口当たりに仕上がります。もしね、手元にない場合、牛乳で割って作る時の計算方法を概要欄に載せておきますので、よかったらそちらを参考にしてください。生クリームが温まりましたら、ふやかしておいたゼラチンを加えよく溶かします。生クリームなんですが、もしねこれ沸騰させてしまっても全然大丈夫です。生クリームが焦げないようにだけ注意してください。ココナッツミルクを測ります。動画の構成上ここで測っていますが、できましたらゼラチンが測った時に一緒に測って冷蔵庫でよく冷やしておきましょう。後で作業が楽になります。で、今回ココナッツミルクが思った以上に硬かったので牛乳で伸ばすことにしました。お餅のココナッツミルクがここまで硬くなければ牛乳を足す必要はありません。今回使ったこのレシピで総量 150g のココナッツミルクを測れば大丈夫です。ゼラチンがしっかり溶けた生クリームにココナッツミルクを合わせていきます。一つ注意点がございます。ココナッツミルクに火を入れますと分離してしまいますので、ココナッツミルクは加熱せずにお使いください。出来上がったブランマンジェの液体をあらかじめよく冷やしておきます。こうすることによって膜ができることを防ぐのと、あとですね、もしかしたらココナッツの粒子が沈むかもしれません。こうやってよく冷やしておいた方が均一に固めることができます。あとはグラスに流していきます。お餅の器で大丈夫です。前回はですね、アシエットクルーズに入れてお客様用に作りましたけども、今回はこういった空いたグラスを使って仕上げました。ぜひね、ご家庭にあるコップなんかを使ってアレンジしてみてください。大きめのサラダボウルか何かに入れて、それを固めてね、みんなと分けながら食べるのもいいかもしれないですね。それでは付け合わせの部分を作っていきます。ココナッツファインを軽くローストします。ローストした時のオーブンの温度なんですが、160度でだいたい6分。ココナッツに色がつけば大丈夫です。マンゴーを一口大の大きさにカットしていきます。で、このマンゴーなんですが、フランスのレストランでは冬のデザートなんですよね。面白いですよね。日本では夏の食べ物ですよね。もちろんフランスもね、四季がちゃんとあって、春夏秋冬、日本と同じ時期に同じ季節になるんですが、マンゴーは冬の食べ物なんです。で、ここで生姜をアクセントに加えます。これね、本当に美味しいんですよ。ぜひね、真似していただきたいですね。このマンゴーに生姜加えただけじゃあまり美味しくないので、ここでライムの皮とライムのジュースを加えていきます。で、バニラですね。やっぱりバニラを入れるとぐんと味が良くなります。もちろんバニラエッセンスでも大丈夫です。で、以前動画で使ったアプリコットジャムを加えます。
はいはい、キニさん分かってますよ。アプリコットジャム手に入らない方、もしくはお持ちでない方いますよね。そんな時はパッションフルーツを種ごと加えてください。もしくは余ったマンゴーの実をミキサーで回してピューレにして、ライムで酸味を加えてお使いください。ローストしたココナッツプードル、ココナッツワインですね、を加えて香ばしさとココナッツの風味をぐんとアップさせます。これで全ての材料が揃いました。あとは固めておいたブランマンジェの上にトッピングしてミントをあしらえば出来上がり。それでは皆様お疲れ様でした。それではいただきます。マンゴーたっぷりですね。結局ね、この2つで1玉使っちゃいました。ココナッツの香りがしっかりしてとても相性抜群です。この上のね、この上の付け合わせがね、とても美味しいですね。マンゴーの香りと、あとジャンジャンブル、生姜ですねがピリッときて、でライムの爽やかなゼストの香りとココナッツの香ばしい香りと、最後にね、このミントがね、爽やかに全部流してくれますね。この下のブランマンジェもですね、ココナッツがしっかり効いてまして、とてもバランスの取れたブランマンジェになってるんじゃないでしょうか。で、このアプリコットのジャムの酸味がまたたまらないですね。でもしね、これもうアプリコットジャム、使わなくても大丈夫なんで、さっき出たマンゴーの端っこをミキサーでピューレにして、そしてね、このマンゴーのカットしたマンゴーのダイスと合わせてライムのジュを効かしてあげれば、とても爽やかな夏に美味しいデザートが仕上がると思います。で、日本の方どうですかね。マンゴーに生姜を合わすっていうのは抵抗があるんじゃないでしょうか。僕もね、最初フランスに来た時にマンゴーと生姜とライムを合わせて何か作ってくれと言われまして、とてもねびっくりしたんですけども、このね生姜とマンゴーってとてもよく合うんですね。あとよく唐辛子ですね、あれもよく合うと思います。朝のねマルシェやスーパーなんかに行きますと、トロピカルフルーツに区分けされて販売されてますので、とても相性のいい食材たちだと思います。ココナッツうまいな。いや、一つ食べちゃいましたね。あとこれもね、このまま続けていただきます。今回も私の動画興味持っていただき、最後までご視聴いただきありがとうございました。こういったね食材の組み合わせ、面白い組み合わせ、フランスではまかり通っている組み合わせなんですけども、日本の方まだまだ知らない組み合わせあると思います。参考になったらね、是非ねいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。